そなたよ。人には積み重ねた徳が必ず現れる時がある。それは財を持つものではなく、才を誇るものでもない。誠に敬われるものとは、徳を積みし者である。今回はそなたに、徳を積んだ者にだけ確かに現れる。七つの印について語ろう。この七つを知れば、そなたの眼差しが変わり、人の本質を見抜く力が宿るであろう。そしてそなた自身もまた、その道を歩むものとなることを願っておる。第一章、執着なき心。そなたよ。徳を積んだ者は、物に対する欲が静かである。ただ欲しがるのではなく、何のために持つかを見定めておるのだ。その手にあるものは少なくても、選び抜かれ、整い、住んでいる。衣は派手さを求めず、静かに品をまとい、道具は使い込まれ、役目とともに息づいておる。住まいもまた、整っていても飾らず、余計なものがないからこそ、空間に気が流れておるのだ。足りぬと騒がず、溢れることを誇らず、ただ淡々と、必要を受け入れ、手放すべき時に手放す。欲が外に漏れぬというより、心が内に満ちているゆえに、欲がいらぬのだ。だからこそ、そのものの動きは軽やかで、所作一つにも無駄がなく、言葉にも騒がしさがない。そなたがその静けさに触れたとき、それこそが、積まれた徳が現れている印なのである。徳を積んだ者は、物の価値を値段や名声で測ることがない。それがどれだけ高価であろうと、心と響かねば、その者の手にはとどまらぬのだ。選ばれるのは、見た目ではなく、働きである。そして、その働きが命の流れと合うかどうかがすべてだ。筆にせよ、器にせよ、衣にせよ。日々の手に触れるものは、魂を整える道具である。徳ある者は、それを知っておる。だからこそ、物を粗末にせず、ただの所有ではなく、関係を築いておる。吹き、磨き、整え、語りかける。その中で、物もまた答えるように光を放つのだ。物を通して己を磨くとは、外を整えることで内が澄んでいくということである。その関係性の深さが執着のなさを生む。つまり、それは真の信頼から来る軽やかさなのだ。これこそが、徳を積んだ者だけが持つ、静かなる品格というものである。徳を積んだ者は、物に執着せぬゆえに、身も心も軽く、しがらみに縛られぬ。その軽やかさは、周りに風を起こし、他者の心にも余白と静けさを運ぶ。なぜか近くにいるだけで落ち着くもの。話す声が大きくなくとも、なぜか耳に残るもの。それはすべて、徳の功を帯びた者の印である。物欲にとらわれず、持ち物に頼らず、そのものは己の在り方だけで場を整えるのだ。そなたも気づいておるだろう。言葉少なくとも芯を得る者。派手でなくとも重みを持つ者がいること。それは、徳という見えぬ力が、沈黙の中にあって語っておるからに他ならぬ。その存在に接した者は、物が多いことの虚しさを知り、本当に必要なものに気づき始めるのだ。それは教えずして教えるという、最も深い教化の形である。このように、執着のなさは、そなたの生き方を超えて、よう清めていくのである。第二章、内と外の調和。そなたよ、徳を積んだ者のみの周りは、どこか整っておるのだ。ただきれいにしているというのではない。物の置き方にも、所作の一つにも、静かな秩序と深い意図が宿っておる。衣は上質ではなくとも清潔で、道具は飾らぬが、手入れが行き届いておる。部屋に入れば、空気が重ならず、呼吸が深くなり、声が響きすぎぬ静けさがある。その整いは、外を飾るためのものではない。心が澄んでいるゆえに、自然と外に現れてくるのだ。そして、それを見せようとも、気づかせようともせぬ。ただ当たり前のように、それが続いているだけなのだ。掃除も片付けも、習慣のようでありながら、
魂の調律として日々繰り返されておる。この調子が乱れぬことこそ、徳の積まれたものの気配なのである。周りの静けさがそのものの心を語り、見る者の内にも整いをもたらしていくのだ。整っているというのは、ただ物が片付いているという意味ではない。それは心が澄み、その澄みが外ににじみ出た状態なのだ。徳を積んだ者は、空間と呼吸を合わせるように暮らしておる。音の響き、光の移ろい、風の動きにまで意識を向けておる。物をどこに置くか、どのように扱うかに迷いがなく、そこにあるべき理由がすでに整っているのだ。掃除一つにもただの作業ではなく、場の気を整えるという祈りが込められておる。道具を置く音さえ静かであり、その所作の一つ一つが内面の鏡となって現れる。徳のある者は空間を語らずとも語っておる。整った場に身を置くとき、そなたも言葉を慎むようになるだろう。それは威圧ではなく、和らぎであり、そのものの整いが波紋のように周囲に広がっていくのだ。この微細な秩序が徳を積んだ者だけに備わる第二の印なのである。整っている者がいるだけで、その場は落ち着き、雑音が消えていく。そなたも経験があるだろう。なぜか心が静まる場所にいたことが、なぜか話す声が穏やかになる相手がいたことが、それはそのものが整った波を放っているからなのだ。部屋が整い、道具が整い、言葉が整っている。だからこそ、そばにいる者も無意識に調和するのだ。それは命の調律であり、周囲への無言の配慮である。そして、整っているということは、思いの切り替えも早いということでもある。過去に引きずられず、未来に流されず、今という一点に心を澄ませておる。こうしたものは、動じぬ心を持ちながら、どこにいても波長を合わせる柔らかさを持つのだ。このように、整っているという印は、見えぬがゆえに深く、浅さの中には決して現れぬ。それは、徳という無形の力が、日常に静かに現れている証なのである。第三章、飾らぬ精神。そなたよ。徳を積んだ者は、己の恥を恐れぬものである。過ちを隠そうともせず、言い訳に転じようともせず、静かにそれを受け止め、語る心を持っておるのだ。それは、自らを低く見せることではなく、真実の上に立とうとする姿勢なのである。人は皆、過ちを犯すが、それを語れる者は少ない。徳のある者は、自らの失敗を先に明かし、その理由を後に語ることで、相手に安心を与える。それにより、人は心を開き、本音を語り、真を結ぶことができるのだ。恥を語ることができる者は、相手を思い、自分を偽らぬ者でもある。その姿勢にこそ、深い敬意が生まれるのだ。そなたよ。人の真を得るには、強さではなく、己の弱さを語れる勇がいるのだぞ。これこそ、徳を積んだ者にだけ現れる、静かなる力なのである。徳を積んだ者は、己の誤りを語ることに、恥ではなく、誠を見ておる。なぜなら、その行為が己を清め、相手に安心を与えるものと知っておるからだ。人は過ちを隠し、よく見られようと装うが、徳ある者は、飾らぬ姿の中にこそ、真の信頼が宿ると心得ておる。恥を語るという行為は、己の内に光を通すことであり、それによって、心の檻が流れていく。また、その姿を見た者の心にも、澄んだ風が吹き、己を顧みる静けさが生まれるのだ。語ることで澄みが生まれ、聞く者の胸にも調和が宿る。徳ある者の言葉が深く刺さるのは、その背景に隠し事のなき誠があるからである。過ちを話せる者は心に折がない。だからこそ、その者の語ることは、理屈を超えて胸に響くのだ。そなたよ。恥を語れる者こそ、光をもたらす道しるべとなるのだぞ。恥を語る者が一人いるだけで、
その場の空気は和らぎ、皆の心が静かになる。そなたもきっと経験があるはずだ。己の質を飾らず語る者に対し、自然と心が開かれ、言葉が穏やかになることが、それはその者が己を偽らず、相手を信じて語っているからなのだ。徳を積んだ者は、己を飾らぬことで、相手の心を映す鏡となる。その語る言葉には、誠の響きがあり、無言の姿にも、深い真が宿っておる。恥を語るとは、自らの影を差し出すこと。そしてそれが、相手の影も溶かしていく。その場にいた者は、皆なぜか心が洗われ、互いに距離が縮まり、澄んだ場が生まれるのだ。徳とは、ただ己を治めるだけでなく、周囲をも調和させる働きがある。そなたよ、恥を語るという行為は、己の弱さを光に変え、その光で人を照らすことなのだぞ。第4章、和らぎの木。そなたよ、徳を積んだ者が一人そこにいるだけで、場の空気が和らぐということがある。言葉を発せずとも、まるで火に水が注がれるように緊張がほぐれていくのだ。それは偶然ではなく、そのものが持つ気が周囲に作用しているからなのだ。徳とは、目に見えぬが確かにそこにある力である。そのものが静かにそこにあるだけで、人は自然と背を正し、声の調子を和らげる。それは恐れからではなく、敬いから来る自然な反応なのだ。徳を積んだ者は、自らが場に与える影響を知っており、決して気を乱さず、場を忘ることに努めておる。ただそこにいるだけで、空間が整い、心のざわめきが静まり、人々の間に穏やかな波が広がるのだ。そなたも、そうしたものと共に過ごすとき、なぜか心がほどけ、安らぎを感じるはずだ。それが、徳のある者にだけ備わる力なのだぞ。徳を積んだ者は、心の中に波風がない。だからこそ、その静けさが周囲にも波及するのだ。人は気づかぬうちに、互いの気を受け合っている。ざわついた者がいれば、場も乱れ、穏やかな者がいれば、皆の心も自然と落ち着く。その根には、怒りや不安を手放している心がある。過去に縛られず、未来に怯えず、今という一点に心を澄ませておる。徳を積んだ者は、人の言葉に振り回されず、争いを望まず、ただ和を生み出す道を選ぶ。それは、自分を通すことよりも、調和を尊ぶ心から来ているのだ。己を主張せずとも、場を整える力。それが徳というものの本質なのだ。そうした者がいる場は、自然と声が落ち着き、呼吸が深くなり、人の顔つきも和らいでいく。そなたよ、静けさとは、ただの無言ではない。深き徳から放たれる、優しき気の波なのだぞ。徳を積んだ者が一人そこにいるだけで、人の心はほぐれ、空気が温かくなる。それは、言葉や振る舞いだけではない。放たれる気が、場全体に優しく染み込んでいくからなのだ。その者が笑えば、皆がつられて和み、その者がもだしていても、不思議と安心が広がる。徳を積んだ者は、己の感情を波立てず、まるで風のない水面のように、静けさを保っておる。だからこそ、その場にいる者たちも、知らず知らずに呼吸が深まり、声が落ち着いていくのだ。怒りをぶつける者には、怒りが返る。だが穏やかな者には、誰もが気を合わせたくなる。それは魂の深いところで、調和を求める本能が働いておるからである。徳を積んだ者のあり方は、語らずとも伝わる。その姿こそ、場を導く指標なのだ。そなたよ、調和とは、行動よりもまずあり方に宿るもの。それこそが徳の本質なのであるぞ。第5章、高根を鎮める。そなたよ、人の心には二つの魂がある。一つは高根、もう一つは和根。高根とは、怒り、憤り、激しさの現れ。和根とは、慈しみ、静けさ、包み込む力である。怒りは必ずしも悪ではない。
だが、それに飲まれれば、己を失い、周囲を破壊してしまう。徳を積んだ者は、後根の力を否定せず、ただそれに飲まれぬ知恵を備えておる。怒りを感じたとき、まず己の中に気づきを向ける。そこにある波を見て、深く静かに整えるのだ。それは、無理に抑えるのではなく、和根の光で後根を照らし、調和へと導くということ。怒りにとらわれぬ者は、場を乱さず、むしろ周囲をも沈めていく力を持つ。そなたよ、感情に支配されず、魂を整える者こそ、誠の徳を宿す者なのだぞ。己の心に静けさを戻すことこそが、真の強さなのだぞ。徳を積んだ者は、怒りを感じぬわけではない。ただ、その感情に支配されぬだけなのだ。人は誰しも、思い通りにいかぬとき、心に荒れが生じ、言葉が鋭くなり、態度が乱れる。だが徳を積んだ者は、その揺れを外に投げぬ。己の内で静かに受け止め、涙地を鎮める術を知っておる。それは、長き時をかけて育まれた心の修練であり、日々の気づきと選択の積み重ねである。後根をそのまま放てば、人も場も傷つく。和根に切り替えるには、意志と愛がいるのだ。感情に反応せず、まず沈黙する。そして、沈黙の中で己の心と対話する。その習慣が、徳となり、存在からにじみ出る静けさとなる。そなたよ、怒りの中にあっても静けさを選ぶ者こそ、本当に強き者なのであるぞ。心の内に広がる波を見つめ、それを受け流す力もまた、徳の働きなのだぞ。怒りを鎮める術とは、ただ我慢することではないぞ。怒りに身を任せた言葉は、鋭く人を傷つけ、その場を乱し、長く尾を引くものとなる。だが徳を積んだ者は、その瞬間にこそ己を整える。それは、己の心を制することで、周囲にも調和をもたらす道だからである。沈黙の中に気づきが生まれ、その気づきが、次なる言葉を穏やかにする。徳とは、内なる荒れを鎮め、他者の荒れにも巻き込まれぬ力。それはまるで、嵐の中に立つ一本の大樹のように、静かに、しかし揺るがずにある姿なのだ。怒りを超えた者は、平和を育てるものとなる。その者がいるだけで、言葉が優しくなり、人と人の間に調和が生まれるのだ。第六章、笑いに宿る徳。そなたよ、笑いとは人の心をほぐし、つながりを生む力である。だが、笑いには二つの道がある。一つは人を傷つけて生まれる笑い。もう一つは、心を優しく包み込む笑いだ。徳を積んだ者の笑いは、後者である。その者の笑いには、相手を貶める気配がない。その笑いは、まるで春風のように、そっと人の心に吹き込み、力を抜かせてくれる。人は緊張を抱えて生きておる。だが、徳ある者の笑いに触れたとき、その緊張はふっと解け、心にぬくもりが宿るのだ。そのぬくもりこそが、徳の現れであり、笑いは、ただの愉快ではなく、心を癒す力を持っておる。そなたよ、笑いの質こそが、その者の魂を映す鏡なのだぞ。誠に徳ある者の笑いには、澄んだ水のごとき浄化の力があるのだぞ。それに触れた者の心にもまた、優しき光が灯るのであるぞ。徳を積んだ者の笑いには、余裕がある。それは己の人生を見渡す高さと、他人の過ちを許す広さから生まれるのだ。人は未熟であるがゆえに、過ちを犯す。だが徳ある者は、それを咎めず、優しく包むように、笑いで受け流す。その笑いには、見下しもあざけりもない。あるのは、ただ見守るような眼差しと、共にあるという温かさだけである。その者の笑いを聞くとき、人は不思議と責められた気がせず、むしろ安心し、自らを顧みることができる。それは笑いを通じて、自他の境が解け、心がつながる瞬間なのである。笑いは、時として言葉よりも深く、
人の心に染み入るものだ。徳を積んだ者の笑いは、軽く見えて深く、明るく響いて、静けさを残す。その笑いに触れたとき、人はふと肩の力を抜き、己のこわばりに気づくのだ。笑いは争いをほどき、疑念を溶かし、心の壁を低くする。徳ある者の笑いは、他を裁かず、ただ光を注ぐように、場を照らす。その力は、まるで日だまりのように、誰にでも平等に、柔らかく届く。そして、その後に残るのは、心が少し広くなったような感覚。そなたよ、笑いはただの愉快ではない。魂を整える神聖な調べでもあるのだ。第7章、天意を見る者。そなたよ、この世に起こる出来事は、ただの偶然ではない。徳を積んだ者は、災いの中にも意味を見出し、そこに神の意志を読み取ろうとするのだ。それは迷信でも盲信でもない。己の内に静けさを保っておれば、自然と出来事の背後にある流れが見えてくる。雨が降るのも、風が吹くのも、すべてに理由があるように、人の身に起こることにも、すべて意味がある。苦しみに出会ったとき、ただ嘆くのではなく、これは何を真似べという天の教えかと問う。徳を積んだ者は、そうして、日々をただ消費するのではなく、天意に沿って歩もうとするのだ。そなたよ、出来事を通じて己を顧みる者に、天はさらに深い知恵を授けるのだぞ。その目を持つ者は、混乱の中にも道を乱し、導きとなる光を受け取るのだぞ。天意を見るとは、現象の奥にある調和を感じ取る心の目を持つことなのだ。徳を積んだ者は、表に見える事象にとらわれぬ。目の前の出来事を超えた、背後の意を見ようとする。それは、己の身に降りかかる困難さえも、意味あるものとして受け止める視点である。苦難を運命と嘆く者は多い。だが、徳ある者は問う。これは何の学びか、何の兆しか、と。その問いこそが、心を閉ざすことなく、人生を深く豊かに導く鍵となるのだ。天意を見るとは、未来を予知することではない。今ここに宿る意味を汲み取る感性のこと。静かな心を保つ者は、流れを読み、やがて起こることへの備えを自然と整えてゆく。そなたよ、出来事に意味を見出し、それを糧とする者にこそ、天は深く通じるのだぞ。その視点を持つ者は、揺るぎない心で日々を歩み、迷いを光に変えてゆくのだぞ。天の教えは、静かなる心にこそ届くものなのだぞ。心の葉を沈めてこそ、天の声が聞こえるのであるぞ。徳を積んだ者が天意を見るとき、その姿勢は、周囲にも静かな影響をもたらす。災いの中でも慌てず、騒がず、その背には揺るぎない信念と、深き需要がある。他の者が嘆きや怒りに飲まれるときでも、その者は、そこに何を学ぶかを問う。その問いは、誰の心にも響き、やがて人々は、自らの内を見つめ始める。天意を見るとは、単に未来を占うことではない。今起きていることに、天の意図を感じ、それに調和して生きる力を持つということ。その力は言葉では伝わりにくいが、行いとあり方を通して、周囲に広がってゆく。そなたよ、出来事をただの事象とせず、導きと捉える者こそ、誠の徳を積みし者なのだ。そのようなもののあり方は、混乱の中でも指針となり、灯火となるのだぞ。天意を見る力は、魂の奥深くに宿る静かな知恵である。いかがでしたか。今回は徳を積んだ者にだけ現れる7つの特徴を、出口鬼三郎の教えをもとにお話ししました。どれもが目に見えぬが確かに現れる力であり、あなたのうちにも静かに息づいているはずです。これからの日々に、そっと生かしていただけたら幸いです。もし今日のお話が、皆様の人生に新しい気づきや励みを与えるものでしたら、コメント欄に、100を、また改善点やご意見がありましたら、0をお書きください。いいね、
ボタンとチャンネル登録していただけると、とても励みになるので、ぜひよろしくお願いします。今後も様々な偉人の言葉を配信していきますので、通知をオンにして、次回の配信をお見逃しなきようお願いいたします。偉人の言葉の活動を応援、ご支援してくださる方は、メンバーシップへのご参加をお待ちしております。限定動画を配信しているのでよければご覧ください。本日はご視聴いただき、誠にありがとうございました。